今日は米粉でココアのシフォンケーキを作りました。こんにちは。お気楽カフェキッチンのなおです。このチャンネルでは米粉のお料理やスイーツ、カフェメニューや健康を美に寄せたレシピ、そして役立つ情報を発信していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録してタクカフェを楽しんでみてください。はい。ということで、今回は米粉でココアのシフォンケーキを作っていきます。いろいろイベントを出展させていただいてて、米粉のシフォンケーキ、ほんと難しいよねっていうお声もいただく中で、ココアのシフォンケーキどうやって膨らましてる？何回か作ったけど全然膨らまへんねんけどっていうお声も聞いたことがあります。そうなんです。ココアのシフォンケーキは少し作り方にポイントがあります。この動画を見ていただくことで、簡単にココアのシフォンケーキを作ることができますので、ぜひ最後まで楽しんでみていってください。それでは、クッキングスタート！では材料の紹介をしていきます。今回作る型の大きさは20センチのシフォンケーキ型を使用します。はい。まず卵を卵黄と卵白に分けます。M サイズ8個。そしてこちら牛乳。乳製品アレルギーの方は豆乳でも大丈夫です。70cc。そしてこちら米粉 110g です。そしてココア 20g。そしてこちらお砂糖。今回も無漂白の白いてんさい糖を使用しています。これが 100g。そしてこれは塩です。こんだけあるんですが、1つまみだけ使用します。材料は以上となります。では、クッキングの方、開始していきます。では、早速、調理の方開始していくんですが、まずね、卵を卵黄と卵白に分けるところからなんですが、今回のポイント1つ目として、卵黄の生地を温めるっていうことがポイントとなってきます。っていうのも、ココアは吸水率がすごくいいんですね。水分吸収しちゃうので、卵黄のね、水分とかそういったものを吸収してしまいます。それによって生地が硬くなってしまうんですね。で、生地が硬くなってしまったところにメレンゲをね、入れてしまうと、メレンゲがふわふわの状態を保てなくなっちゃうので、しっかりと卵黄と後で入れる牛乳、乳化させるために生地の温度を上げてあげるっていうことがとても重要になってきます。なので、フライパンにお水を張って少し温めておきます。はい、これね、今から温めるんですが、ここでもう一つ大事なポイントが、このお湯の温度はだいたい45度から50度ぐらい。温度計がある方は測ってもらったらいいかなと思うんですが、それがない方はお風呂のお湯より少し熱いぐらいの温度ですね。で、そうしないとあまり60度とか70度とか、それこそ沸騰してしまうぐらい熱くしてしまうと、今度卵はタンパク質なので熱を加えることで固まってしまいます。そうすると失敗してしまう原因になるので、お湯の温度は45度から50度ぐらいというところに気をつけて、湯煎する用のお湯を温めていきます。で、この準備をしてから卵を割っていきます。なんか米粉が変わったんですよね。自分のところの作ってるお米で米粉を作っていろいろ商品展開してるんですけど、米粉のね、製粉の工場が変わって米粉が変わったんですよね。そうすることでやっぱりね、米粉って本当にデリケートやなって思うのが、同じお米なんですよ。同じお米でも製粉の機械ですねが変わっただけで、同じ製菓用でねやってもらってるんですけど、吸水率が変わって以前作ってたシフォンケーキの水分量とはまた変わってきたんです。なので皆さんがお使いの米粉もきっとこの動画の分量通りにはいかないかもしれないので、調整しながら作ってもらえたらなと思います。生地の感じを見てもらったらだいたい硬さっていうのがわかると思うので、あくまでも参考にしながら作ってみてもらったらいいかなと思います。卵白なんですが、今回は冷やさずにそのまま使います。というのも、このね、今から作る生地がどっちかというと45度ぐらいのちょっと熱いめぐらいの生地の温度になるので、そこにキンキンに冷やした卵白の生地を入れると、卵白のメレンゲの泡が潰れてしまうので、ちょっとでも近づけた温度でやるっていうのを意識してやりますので、ココアに関しては卵白は冷やさない。はい。では45度50度ぐらいになったらコンロの火は消してもらって作っていきます。では入れて混ぜていきます。あんまりこのね、フライパンのお湯たくさん入れてしまうと、こうやって混ぜた時にこぼれてしまうので、水がね。はい。ほぐしたらここに牛乳を入れます。で、普段はプレーンのね、シフォンケーキとかも作ってきてるんですけど、牛乳温めてやってたんですけど、今回これで湯煎でするので特に温める必要はないです。
はい、では米粉を、そしてココアもう入れてしまいます。であんまり激しく混ぜると粉が飛び散ってしまうから、ちょっとゆっくりしっかり混ざるように混ぜていきます。生地を温めないで作ったら、何回か作ったことある方ね、経験あると思うんですけど、このココアのね、この生地自体がめっちゃ硬くなると思うんですよ。そういう経験ないですか？だからなんで膨らまへんのやろうと思ってめっちゃ考えてたんですよね。でいろいろ調べてこのレシピに行き着いたっていう感じです。なるほどと思って。で最初はさっき言ったようにお湯の温度上げすぎてめっちゃ固まるんですよね。タンパク質だから凝固して生地がもう混ぜれないぐらい硬くなって、何度ぐらいがいいのと思って45度からだいたい50度、お風呂のお湯より少し熱いめのお湯でやるのが一番いい温度やなっていうのが分かったっていう感じです。はい、では生地はこれで完成です。で今からメレンゲを作るので、その間ねここ若干あったかいのでどんどん蒸発していっちゃうので、乾燥しないようにラップをしておきます。ではこの、作った生地はちょっと横に置いといて、今から卵白のメレンゲを作っていきます。でこのタイミングでオーブンの予熱を開始していきます。180度で予熱していきます。で予熱の際にオーブン皿も一緒に入れて、予熱してください。そしたら塩を1つまみ入れて泡立てていきます。2回に分けてお砂糖を入れていきます。で泡がね、だいたい大きさが揃ってきたら高速にして一気にメレンゲを仕上げていきます。いつもだったらひっくり返しても落ちてこないぐらい硬いメレンゲに仕上げましょうってグレーのシフォンケーキの時とかは言ってたと思うんです。お茶のねシフォンケーキの時もそういう風に言ってたかなと思うんですけど、ココアのシフォンケーキに関してはあまり泡立てすぎるときめ細かくなるっていうことは、泡がたくさんできているということで泡がね潰れやすくなるんですよね。なので気持ち緩めに仕上げて、はい、もういいと思いますよ。こんな感じでさっきのココアの生地とメレンゲを混ぜていきます。この混ぜていくタイミングで湯煎からは外します。最初入れて、最初はねなじませるためにしっかりとぐるぐるよく混ぜるっていう感じですね。底の方にも生地がこびりつくので、その底の方の生地も気をつけながら意識しながらしっかりと混ぜていきます。はい、ではここからは下から空気を入れるイメージで早めに混ぜて、卵白をまた加えて3回ぐらいに分けて入れるのがちょうどいいかなという感じです。あんまり混ぜすぎたらこれまた泡が潰れてしまうからデリケートなんですよね。はい、スピード勝負ですよ。最後はい、こんな感じの生地です。いい感じで、最後底の方に生地が残っているので、このヘラにね卵白メレンゲまだついているので、そういうのもこそげるつもりで軽くそこから混ぜてこの型に入れていきます。でオーブンも180度で28分焼くんですけど、お使いのオーブンによって焼き時間とか火力が変わってくるし、ご自宅にあるオーブンで調整しながら作ってみてもらったらいいかなっていう感じです。はい、で最後トーントーンとやってから、お箸でも何でもいいです。ちょっとぐるぐると回して余分な泡を抜いてから焼いていきます。もうそろそろ予熱が終わるはずです。あ、ナイスタイミング。はい、ではオーブン入れていきます。はい、ではオーブンいってらっしゃい。28分ですね。はい、では焼き上がりお楽しみに。はい、焼き上がるまで28分なんですが、一旦ちょっと取り出して生地の表面に切れ目を入れてうまくお花が咲くような感じで焼き上がるようにしていきます。あんまりねオーブン開けたらすぐに温度下がっちゃうので、素早くよいしょ、はい、こんな感じのところにちょっと切れ目を
見えるかな、見える？こんな感じでちょっと入れてあげて、そしてまたオーブンに戻してあげます。はい、ではあと約23分きれいに焼き上げていきましょう。はい、あと5秒で焼き上がります。3、2、1、おー、はいはい、見てください。めっちゃ膨らんだよ。で、一回ポーンと落として縮み防止をしてから瓶とかね、そういったものでひっくり返して冷まします。めっちゃ綺麗に焼き上がりました。これしっかり膨らまなかった時はさっきと同じ量ですよ。同じ量やけどこの肩よりこの下までしか膨らまなかったんですよ。やっぱり温度で生地の硬さっていうのはとってもココアとかそういった油分が含まれる材料を使うときは、大事やなっていう感じです。ここのポイントを押さえるとしっかり膨らむようになるんじゃないかなと思います。では冷ましてから型抜きしていきます。そしたら冷まして少し冷蔵庫で冷やして生地をしっかりさせた状態です。これを今から型抜きしていきます。米粉のシフォンケーキは本当にふわふわで生地がね常温ぐらいの温度だと柔らかすぎてねすっごくカットしにくい。なので粗熱が取れてからラップをしてで冷蔵庫で少し冷やすと型が外しやすくなります。はい、ではカットの方していきますね。でいろんなやり方があると思うんですけどいろいろ試してみてこのやり方が一番綺麗に取れるのかなっていう感じなので私流のやり方でカットしていきます。まずこういった小型のナイフでまず最初に真ん中の筒のところからこんな感じで、この筒にナイフの刃先をちょっと押し当てるような感じで少しずつこのナイフとこの手は同じ位置でこっちの左手で肩をこう回しながら外していくっていうのがやりやすいのかなっていう感じです。であんまりナイフの手はあんまりこうザクザクザクっていうよりかは小刻みにトン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 ってナイフの先が下につくような感じでトン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 っていう感じでこの肩を回していく。で一周回ったら次は外側を外していくんですがこうグッと手でね押してでその隙間にナイフを真下にストーンと入れて同じように今度はこっちの肩の方にナイフを押し付ける感じでトン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 で回して生地をグッとして外していきます。はい、ナイフがねスッとこうなんかすごい動きやすくなったら一周回ってるっていう感じなのでではここに指をグッと入れるとニュニュッと出てきます。はい、周りねこんな感じで綺麗に取れてますね。最後ここの型外すのでナイフが入りやすいようにちょっとねここ隙間開けてあげると最後の底の型抜くのがやりやすかったです。はい、最後はここギュッとちょっと隙間を開けてあげてそしてナイフをスッと入れてあげて今度はまたこの筒を回してナイフは固定のままくるっと回転させてあげるとこんな感じで型が外すことができました。立派で最後はカットしていきます。これね20センチ用のシフォンケーキをカットする道具なんですけどこれめっちゃ便利です。均等に切れるのでこういうのが1個あればとても便利ですよ。ではこれね小刻みにこっと動かしてカットしていきます。油を使っていないシフォンケーキになるので生地がナイフにとってもつきやすいんですよね。なのであんまりこう切る時に動かしすぎるとここが摩擦ですごい生地がナイフにくっつきやすくなっちゃうので小刻みに真下に切っていく。もう小刻みに真下に切っていく。これを繰り返す感じですね。ではオープン。こんな感じでココアのシフォンケーキ焼き上がりました。いいですね。キメも細かくってしっかり焼けてます。でふわふわです。ジュワっていうのが聞こえてきます。完成です。というわけで米粉のココアシフォンケーキの完成です。
では実食していきたいと思います。ふわふわ、ほら、わかりますこのふわふわ、素敵な弾力。いただきます。今日はちょっと生クリームもかけてみました。いただきます。柔らかい。溶ける。なんか柔らかいっていう表現よりももっと軽い食感で、でもしっかりココアの風味は口に残ってとっても美味しいです。では今日の米粉のココアシフォンのポイントです。まずはココアがよく水分を吸収するので、卵黄の水分を吸収してしまって硬い生地にならないように生地全体の温度を上げていくっていうことが重要なポイントです。そのためにお鍋にお湯を沸かしてそこで湯煎をしながら作っていくということ。それも湯煎といっても沸騰するぐらい高い温度にしてしまうと卵はタンパク質なので凝固して固まってしまいます。硬い生地を作らないようにしているのにとっても硬い生地ができてしまうので、温度の設定はだいたい45度から50度で湯煎をして作るっていうのがまず一つポイントです。そしてもう一つはココアは油分が入っていて、その油分がメレンゲの泡を潰してしまうので、メレンゲはきめの細かいしっかりしたメレンゲを作るというよりかは気持ち緩めのメレンゲを作ってすることで、さっきみたいなふわふわのココアのシフォンケーキができるんじゃないかなという感じです。ぜひぜひ皆さんも試してみてください。はい、ということで今日は米粉のココアシフォンケーキを作りました。このチャンネルでは他にもたくさん動画を配信しています。ぜひチャンネル登録してタクカフェを楽しんでみてください。そして Twitter、Instagram で日々の活動をいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンの方もお願いいたします。それでは今日はこの辺で終わりです。次回の動画もお楽しみに。ではまたねー。バイバーイ。